こんにちは。今回は長編みの十五角形の編み方を紹介します。十五角形ですが、ほとんど円編みのような形になります。十五角の角を同じように増やし目をしていきます。円編みと違って増やし目をする位置を迷わないで済みますので、編みやすいと思います。編み図で説明します。全体の編み図はこのように書きました。同じ場所で増し目をしますので、わかりやすいと思います。最初は輪の作り目から編み始めます。鎖編み3目を編んで、この鎖編み3目を長編み1目と数えます。輪の中に長編みを14回編んで、最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。2段目は鎖編み3目を編んで、同じところに長編みを編み、次の長編みの頭に増し目をしますから、2目の長編みを編み入れます。1目に2目の長編みを編み入れて、最後は鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。3段目からはまた説明します。最初は輪の作り目からです。糸端を少し余分に取って、指に大きめに2回糸を巻いて、3本の糸が交差するところを持って糸を外します。指に糸をかけて、輪を持ち直して、輪の中に針を入れて、糸をかけて引き出し、糸をかけて、もう一回引き抜いて、これで輪の作り目ができました。この輪の中に長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを14目編み入れます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長編みを1目編みました。同じように長編みを編みます。2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜きます。輪をしっかり押さえて、長編みを編んでいきます。鎖編み3目と長編み4目ができました。これで長編み5目の形になります。あと10回長編みを編みます。これで長編み6目です。7、8、9、10、11、12、13、14、15。長編みが15目できました。数えてみます。鎖編みのところから、次の長編みの頭はここですから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15目あります。次は輪を絞ります。糸をしっかり持って編み地を寄せます。次は糸端を引きますが、その時にこの2本の糸をよく見て、糸を引くと、この糸がこちら側に動きました。
動いた方向に糸を引きます。糸を引き締めて、糸端も絞ります。これで輪が絞れました。次は引き抜き編みをします。最初の鎖編み3目の3個目に引き抜きます。3個目の頭2本を取って、ここに引き抜き編みをします。これで1段目ができました。2段目は2目の増やし目をしていきます。1目に2目の増し目をしながら2段目を編みます。最初は鎖編み3目で立ち上がり、今引き抜いた同じ目にもう一回長編みを編みます。鎖編み3目の3個まで引き抜きましたから、同じところに長編みを編みます。これで1目に2目が入りました。次も長編みを1目に2目入れていきます。次の長編みは、この長編みの頭2本を拾います。頭2本を拾って、ここに長編み2目を編み入れます。これを繰り返します。次の長編みにも長編み2目を編みます。このように1目に2目の長編みを編み入れていきます。次も長編みの頭に長編み2目、次の長編みも同じように長編み2目を編み入れます。2目編み入れる増し目をしながら、ここまで編みます。増し目をして、ここまで編んできました。最後の目がここです。長編みの最後のところの頭はここです。ここは鎖編みですから、ここが最後のところになります。1目に2目の増し目をして、これで2段目ができました。引き抜き編みをする前に、初心者さんは編み目を数えてみてください。15目に2目の増し目をしましたから、30目になっているはずです。ここから目を数えます。編み落としがないかをどうか確認してから3段目に移ります。30目になっていたら、最初の鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをします。2段目で1目に2目の増し目を確実にしていないと、3段目以降は2目のところに増し目をしていきますから、2段目はしっかり目を数えてください。2段目が終わって3段目の編み方を説明します。3段目は鎖編み3目を編んで立ち上がり、次の長編みのところに長編み2目の増し目をします。次の長編みには1目だけ。そして次の長編みに2目の増し目です。これを繰り返して、最後は増し目で終わりますから、次は引き抜き編みをして3段目が終わります。次は3段目です。3段目も立ち上がりの鎖編み3目を編みます。3段目は1目おきに増し目ですから、鎖編み3目を編んだら、次の長編みの頭に長編み2目を編みます。
次は一目だけ長編みを編んで、次の長編みに長編み2目を編みます。一目おきに増し目をします。次は一目だけ長編みを編み、次の長編みに2目の増し目をします。3段目はこの編み方をします。一目編んだら2目増やし、一目編んだら2目増やす編み方で、ここまで編みます。3段目の最後のところです。今、増し目をしましたから、次は一目だけ編んで、最後はいつも増し目で終わります。2目編み入れます。そして最後は鎖編み3目の3個目の頭2本を拾って、ここに引き抜き編みをします。はじめのうちは3段目もきちんと増し目ができているかどうか確認してください。一目編んだら2目増し目をし、一目編んだら2目の増し目をきちんと編めてるかどうか確認してから4段目に移ります。3段目を編み終えて次は4段目です。4段目は2目開けて3個目に増し目をします。段数マイナス2でこの2目を編みます。5段目は5段目ですから5マイナス2で3目置きです。これを覚えておけば悩まなくて済むと思います。4段目の2目置きで増し目をします。4段目も鎖編み3目を編んで2目置きですから次も長編みを1目だけ編みます。鎖編み3目と長編みで2目の長編みを編んだことになりますから次の3個目で2目の増し目をして次は1目ずつを2回編みます。3個目の時に長編み2目を編み入れます。1目を2回編み、3個目で増し目が4段目の編み方です。1目ずつ2回編み、3個目で増し目をします。1目ずつ2回、3個目で2目編み入れて、増し目をして、4段目を編んでいきます。4段目を編んできました。2目増やしましたので、次は2回長編みを編み、3回目の時に増し目をします。次も1目ずつを2回編んで、3回目で増し目です。2目編み入れます。最後は鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、これで4段目ができました。少し角が出てきたかもしれません。そして4段目になるとわかると思いますが、増し目をしたところは同じところで増し目をしています。ここも2目、2目、2目と同じところで増し目をしていきます。次は5段目です。次の5段目は3目、1目ずつ編んで4個目で増し目をします。3目1目ずつ4個目で増し目をしていきます。5マイナス2で3目を1目ずつ編みます。
次は5段目です。鎖編み3目を編んで、次の長編みの頭には長編み1目。次も長編み1目を編んで、3目は1目ずつ編みます。そして4個目の時に2目増やします。1、1、1で、4個目で増し目です。これを繰り返します。1、2、3、4個目で増し目です。次も、1、2、3、4個目で増し目です。これが5段目の編み方です。1、2、3個は1目ずつ。そして4個目で増し目をします。ここまで5段目を編みます。5段目の最後のところです。ここで増し目をして3目編んできました。次の増し目をするのはここですが、5段目になるとわかると思いますが、ここで増し目をしてきてあります。5段目の時も3目編むと、次は増し目をしたところになりますから、この2目増やしてあるところの頭で2目編み入れる。増し目をしていくと、数えなくてもわかるようになります。次も長編みを1目ずつ編んで、次も1目編みます。3目1目ずつ編むと、4個目のところは前段で2目増やした場所になりますから、ここで2目編み入れて、次は1目ずつですから、次からは1目、次も1目ですから、1目。最初は1目編んで、増し目をした次の目で2目編み入れます。この方法で編んでいけば15角形ですから、いつも同じところで増し目をしていきます。最後は3個目の鎖編みに引き抜き編みをして、これで5段目が終わります。次の6段目を編み図で説明します。6段目は4目1目に1目を編んで5個目の時に増し目です。4目を1目ずつ、5個目の時に増し目をします。6段目も立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次は1目に1目で長編みを編みます。次も1目長編みを編み、次はここが増し目をしたところですから、1目は長編みを編んで、増し目をした目で2目編み入れます。1、2、3、4個は1目ずつ。そして5個目の時に前段でも増し目をしてありますから、この増し目をしたところで2目編み入れます。次も1目、ここも1目ですから1目。ここも1目ですから1目を編みます。1目ずつ3回編み。次のところは増し目をしてあります。ここで増し目をしてありますから、最初は1目編んで、増し目の
最後のところは2目編み入れます。この編み方をすれば、10段でももっと大きく編むときも、15角形ですから、増し目をしたところはすべて増し目をして、それ以外は1目ずつ編んでいくことになりますから、わかりやすいと思います。このまま編み続けます。6段目の最後のところです。増し目をしたところで、次は長編みを4回編みます。1目ずつを4回編んで、段の最後はいつも増し目ですから、ここは2目編み入れて、最後は鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。これで6段目が終わりました。段数が増えていくと少しフレアのように大きめになってくるようでしたら、編み目をきつくして編んでみてください。それでも大きくなってフレアが広がるようでしたら、かぎ針のサイズを小さめに取り替えてください。次は7段目です。7段目も立ち上がりの鎖編み3目を編んで、7段ですから、5目は1目に1目の長編みを編みます。5目を1目ずつ編むと、次は増し目のところになりますから、ここで2目編み入れます。次もここが増し目ですから、ここまで1、2、3、4、5目、1目ずつ編みます。5目編んで、次は増し目のところに来ますから、2目編み入れます。これが7段目の編み方です。7段目までができました。次は8段目です。8段目は1目に1目の長編みを6回編んで、7回目で増やし目をします。6目を1目ずつ編んで、7回目で増やし目をするのが8段目の編み方です。次は8段目です。鎖編み3目を編んで、1目に1目の長編みを全部で6回編みますが、鎖編み3目も長編み1目と数えますから、最初は鎖編み3目と長編み5目を編み、次にここが増し目をしてきたところですから、ここで2目編み入れます。角が少しできています。次は長編み6目を編みます。6目を編むと、次の増し目をしてきたところですから、ここで2目編み入れます。この編み方が8段目の編み方です。8段目まで編めました。次は9段目です。9段目は、長編み1目に1目を1、2、3、4、5、6、7回編んで増やし目です。1目に1目を7回編み、
8個目で増やし目をします。そして10段目は、1目に1目を1、2、3、4、5、6、7、8回編んで9個目で増やし目をします。9段目です。鎖編み3目を編んで、1目に1目の長編みを9段目ですから7回編みます。ここが増し目をしたところですから、ここでは2目編み入れます。次にまた7回1目に1目を編みます。7回1目ずつ編むと、また増し目のところに来ますから、ここで2目編み入れます。この編み方を9段目は繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8、9段目まで編めました。次の10段目は、立ち上がりの鎖編み3目を編んだら、長編みをあと7回編みます。10マイナス2で8ですから、全部で8個の長編みを編みます。もう一回長編みを編んで、ここが増し目をしたところですから、ここで2目編み入れます。次も8回長編みを編みます。8回編むと、また増し目のところに来ますから、ここで2目編み入れて、少し角ができてきました。この編み方を繰り返します。長編みの15角形の編み方を10段目まで編みました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。